私の専門はラテンアメリカ文学です。慶應義塾大学法学部の浜田和則です。ラテンアメリカ文学は1950年代から1960年代にかけてブームと呼ばれる世界的流行を引き起こしました。ガブリエル・ガルシア・マルケス100年の孤独をはじめ、文化的終焉と考えられてきたこの地域から発表された数々の名作は、世界の文学的地勢図を決定的に書き換えることになりました。私はその作家たちについてさまざまな観点から研究し、同時に作品の翻訳紹介に努めています。特にウルグアイという国の文学に大きな関心を払ってきました。ウルグアイは南米大陸の大西洋岸、ブラジルとアルゼンチンの間に位置する小さな国です。近年はサッカーや世界一貧しい大統領と言われたホセ・ムヒカなどでも有名です。ウルグアイは隣国のアルゼンチン同様、19世紀後半から20世紀初頭にかけて多くのヨーロッパ移民が押し寄せ、ヨーロッパ文化の影響を色濃く受けました。その結果、すでに述べたブームに先立って高度な言語芸術が開花します。特に幻想文学と呼ばれる領域で世界的な作家を生み出しました。その中で私の主たる研究対象は、ウルグアイの作家フェリスベルト・エルナンデスです。ピアニストでもあった彼は、リアリズムから遠く離れた、かといって幻想的とも呼びがたいその得意な作風により、誰とも似ていない作家とも呼ばれてきました。誰とも似ていない存在をどうしたら捉えられるか、どうやって文学の歴史の中に位置づけるか。この問いを考えるためには、まずテクストを読み解かなければなりません。イメージや語りの構造といった要素を手がかりに、そこに隠された主題を明らかにすることが基本です。それに加え、草稿や書簡集、同時代の証言といった資料から、創作の背後に広がる人的知的ネットワークを探り出し、その想像力の源泉を明らかにしていきます。このような作業によって、先行研究では注目されてこなかった作品解読のキーとなるイメージを発見しました。この成果はスペイン語で論文になっています。また、一文学作品の読まれ方、受け入れられ方は時代によって大きく変貌します。作品をよりよく読むためには、今現在の価値観を相対化し、作品需要の歴史的変遷に迫ることが必要です。批評的言説やその背後にある知的潮流の変遷、さらには大学をはじめとする教育機関や図書館といった文化の制度的側面をも視野に入れつつ、社会的変動と連関した作品需要の歴史を描き出すという作業も近年は手掛けています。このような研究を通じ、私たちの想像力が必ずしも及ばない場所で躍動する知的ダイナミズムを明らかにすることで、いわゆる終焉において独創的な文芸創作がいかなる知的伝統のもとに、あるいはいかなる知的伝統に逆らうことで可能となったのかを明らかにしようとしています。かつてメキシコに留学していた際に出席したスペイン古典文学の授業で、その初回、担当の先生によく読んできましょうと念を押され、はたと考え込むことがありました。よく読むとはどういうことか、何をすればよく読んだことになるのか。ただ詳しいレジュメを作れば済む話ではありませんし、単に斬新な視点を提言すれば良いというものでもない。テクストの中で不明な箇所を丹念に調べ、コンテクストを確実に分析する必要がありました。何かの視点を提示するにしても、なぜその視点が必要とされるのか、他の視点ではダメなのか、他の出席者や先生を説得できなければなりません。そのための言葉を作り出す過程で、私は自身が持っている先入観が相対化され、逆に自身が生きている今という時代が明らかにされていくような感覚にとらわれました。読むことを通じて私たちは自らとは異なる他者の姿を浮き彫りにし、それを鏡として私たち自身を再発見するのです。遠い昔、あるいは遠い場所の書物を読むことは、優れて今ここを理解するための意外な近道なのだと思っています。